ちゃんと注意して、盆栽の配置や並び方も絶対にミスは許さないからね。庭の落ち葉や埃も跡形も残さないように。そこの2人急いで花を外に出しなさい。今日、王府の中がどうしてこんな大騒ぎなの？ジョーヤも今日はいつもよりずっと厳しいね。ちょっと、声を抑えて。全部この騒ぎはまだ王府に来ていない。よしこと様を迎えるためなんだから。田舎育ちなのに運がいいよね。朝倉邸に入れるなんて。よしこと様、桜国の京都に入りました。もうすぐ朝倉邸に着きます。あと少しです。よし金、もう白鷺国を離れて、桜国の椿原邸に捨てられ、田舎で一人で生きてきた。あのままの瞑想所なんだ。もう殿下とは呼べない。失礼しました。でも、よし、こと様。どうして、マバデなんて、あんな危ない家に関わろうとするんですか？それに、サ神様みたいな遊び人にお嫁に行くなんて、祖母が殺された椿原邸の悪事は表に出ている。でも、祖母を殺した犯人はまだ闇に隠れている。全部調べてみたら風見老主にたどり着いた。意外と思われているけど、十分あり得るのは巧妙に計画された殺人だったってことよ。今の桜国で、私の一番の切り札は朝倉邸との婚約。それだけが私の武器よ。何事も慎重に、絶対に警戒されないように。かしこまりました。よし、こと様。朝倉邸に着きました。うちの孫嫁って田舎育ちって聞いてたけど、なのに品があって美しいし、雰囲気も素晴らしいオーラもあるわね。朝倉邸は本当に宝物を拾ったようなものね。吉金、私とあなたのお祖母様はずっと前から婚約を決めていたけど、無理やり結婚させることはしないからね。まあね、うちのマモはちょっと頼りない子で猫や犬と遊んでばかりなのよ。安心して遠慮なく叱ったり、手を挙げても構わないから、ちゃんと保証もするからね。サッチン様、今、どこ？さあ、みんな、飲め！今日は俺が、この店を貸し切ったぜ！みんな俺のために盛り上がってくれよ。いいぞ！みんなにご褒美だ！ほんと、縛って。でも、きっちりしつけてやらないと。お嬢様、サーシン様は、やっぱり噂通りです。遊び人そのものです。本当に、この人と結婚なさるんですか？別に問題ないでしょ。ついでに、彼と結婚して祖母の意思も守れるし。彼のことは、あんな人が、ちゃんと結婚してくれると思います。じゃあ、縛って、家に連れて、帰って、しっかりしつけてやる。あなたが私のこれからの旦那さんなの？見た目はすごくいいわね。でも、ちょっと下げた女に溺れすぎじゃない？無礼だ。どこから来た女だ。恥知らずにも程がある。朝倉、サスシンが、真っ昼間からこんなところで遊びに夢中なんて、さすがにご立派なご趣味ね。サーシン様、この方は。多分、俺の田舎から来た婚約者だろ。田舎者ってやつは。誰かと思えば、あんたって椿原家から田舎に放り出されたお嬢様だったのか。よしことさんには到底叶わないよ。ね。よくも、春が隅楼まで来て、坂神様に偉そうなこと言うなんて。さっさと出ていけ、坂神様の目が汚れるから。あんた、何なの？田舎育ちのくせに、ここで出しゃばるなんて。
朝廷で一番偉い、金城陛下が直々に任命した風見老師のこと、知ってるか？彼と俺は、それって何？友達の友達ってだけだよ。俺と坂神様は友達なんだ。坂神様と老師は、風見老師と坂神様ってどういう関係なの？本当に、役立たずめ余計なことばかりしやがって。天女みたいだね。本当に。美しい。やっちゃった。みたい。君って天女なの？君が風見老師と繋がっているなんて、しっかり調教してやるわ。それから、君の秘密を一つずつ暴いてやる。ねえ、サタシン、この賑やかさを置いて、この小さな仙女と朝倉邸に戻って結婚しない？この感じ、どこかで味わったような。お前、俺は絶対嫌だ！お前、何様だよ！俺様の結婚を無理やり決めるなんて！ユキノ。よし、金！俺、渾身ローナ。んだぞ。どうして俺を犬みたいに繋ぐなんて。よし、金！私たちの結婚はもう決まったことよ。坂神様おとなしくしていた方がいいわ。俺様の人生に休むなんてありえねえよ。おい、鬼呼べ！俺はお前と本気でやり合うぞ！ふん！俺様、ついに自由だ！俺様、自由になった！何見てんだよ。無理やり結婚。さ、せられてるやつ、見たことないのか？神様、まともな男をいじめるなんて。サツシン、まだやるの？また鬼ごっこしたいの？もうやらないよ。一緒に行けばいいんだろ。よし。よし、言霊、勝手に遊んでろよ！俺様はもう付き合わねえ！おばあ様をよく見てごらん。できるよね。もう70過ぎてるのに、まだあんたみたいな。どうしようもない孫のことで心配かけてるんだよ。そんなことして平気なの？おばあ様を京都中の笑い物にしちゃってもいいの？もし椿原家の大奥様がご存命だったら、絶対に心配なんてさせなかったのに。男たち、好きならやってやれ。俺様がお前にビビるとは。でも、思ってんのか？新郎、新婦、いよいよ、ご入室！よし、金！そんな格好で俺様を誘惑するなんて。サトシン様、どこが誘惑だと思うの？私がどうやって誘惑したって？こんな野中に二人きりで服もちゃんと着てなくて、それって誘惑じゃないの？こらいで！もう夫婦だし、妻が夫を誘惑するのは当然のことでしょ。言っとくけど、
俺は絶対に、ヨシキンの色気なんかに屈しないからな。へえ。あなたは私が色っぽいって認めるの？俺は聖人無垢だ。絶対にお前みたいな強気な女に、N汚されるわけがない。そう。じゃあ、そんな清純無垢な朝倉様、ちょっと気になることがあるんだけど。昨日新一が言ってたことだけど、あなたと朝廷で絶大な権力を持つ風見浪士と一体どれほど深い関係なの？関係って？もくり。俺は別に、あいつと何か関係があるわけじゃない。ただ、あいつの肩書きを借りて、仲間の前でちょっと見え張ってるだけ。さあ。そう？話すだけなら話せよ。なんでそんなに近いんだよ。朝倉様ってさ、春がスミロによく言ってるよね。なのに、なんでそんなに純情なの？言っておくけど、俺はいろんな女の中を渡り歩いても誰にも本気にならない。俺は遊び人だから、この女、なかなか鋭いな彼女に気づかれちゃいけない。春がスミローにいるのは正体を隠すためなんだ。身分を隠すためなんだ。チャラ男ね。うん。じゃあ、朝倉様、本当に証明できる？おい、言っとくけど俺はさ、お前みたいな女に証明なんてしないよ。証明なんてするかよ。話したくないなら、それでいいわ。ただし、結婚したからには、明日からは、屋敷内で、しっかり読書と、習字に励みなさい。怠けたら無知で、お仕置きするよ。俺様がお前の言うことなんて聞くと思ってるのか。絶対無理だ。脅す気かよ。おばあちゃん、助けてー。風見楼、朝倉邸の若君、おばあちゃん。この中でどう繋がっているんだろう。どうやって利用すればいいんだろう。よし、ことだ。うちの者が見つけました。昨夜から朝倉邸の周りに怪しい者の気配があります。誰かこそ様子を伺っています。枝言わず、刺激しないで。かしこまりました。頼んでおいたこと、どうなってる？ご指示通り、屋敷内の使用人を倉庫の前に集めております。なんとなく、朝倉、祖神と老主の間には、絶対に何かつながりがある気がする。話してくれないなら、弱点を掴んでやる。さあ、真をしつける。計画は、今日から始める。サーシン様、ヨシコト様からのご命令です。今日からは、師匠5教を順番に学んでください。今日の課題は、論語を全部読んでいただきます。読み終わるまで、外には出られません。師匠か。はい。5教科。はい。ちょっと聞きたいんだけど、お前たちが毎月もらってる給金は、朝倉邸の月銀なのか、それとも、椿原家の渡し金なのか、どっちなんだ？もちろん、オフのです。この朝倉邸は朝倉家のものなのか、それとも、椿原家のものなのか。もちろん、朝倉家です。でも、今は、聖子様は美琴様のものですから。もちろん、ここは聖子様の朝倉邸です。本当に納得いかないよ、毎月。朝倉邸の月銀をもらってるのに、椿原家の言うことを聞くなんて。さあ。お前たち、これって、裏切りってことじゃないのか。そんなこと、恐れ多くてできません。もういいや。よしこと様にはもうこだわらない。ちょっと、様子を見てきて、よしこと様が今何をしてるのか、確認してこい。はい。聖子様、大変です。よし、こと様が。大変です。椿原、よし、こと様が蔵の入り口で全員の下人を集めて今、生産してます。蔵の宝物を全部運び出してます。何だと？よし、こと様に手を出すなんて、絶対に許さないぞ。ふざけんな！
よしこと様。それは一枚の絵なの。彼女は坂神様の幼馴染で、坂神様が唯一心を寄せている人なの。喘息室は絵をなくしたせいで、殺神様に浮気がバレて殺されちゃったの。今回は、よしこと様、大丈夫かな。よしことさん、ここに一枚の絵がありますよ。なぜか私、なんだかすごく見覚えがあるんです。菅原、吉金、かつ俺もそうで、大丈夫ですか？これは、俺の思い人だ。お前なんて、彼女の髪、一本にも劣るんだよ。じゃあ、私が見てやる。この絵の女が誰なのか、はっきりさせましょう。返して。無礼だ俺の唾だ吉金も、お前なんかに似てるのか吉金、もう10年も会ってない。ほら、な。殺して、よ。飛べるって言ってたよね。じゃあ、飛んでみなよ。みんなに見せてよ。そうだ、お前、勇者なんだろ？飛んで降りてみろ。降りたら、もう悪口言わないよ母ちゃん。いないんだろ？君たちが言ったんだろ。じゃあ、飛ぶよ。母さん、落ちて死んじゃったら会えるかな。なかなかイケてる男の子じゃん。それなら、私をボスにしなよ。これから京都で私がちゃんと守ってあげるよ。どう？どけ。行こう、逃げろ、行こう。覚えておいて、誰かにいじめられたら、バカにされたら、やり返すんだ怪我してもいいんだ。そうすれば、もう誰も君をいじめなくなるよ。よしき、よしき。殺神様は知ってる？物に執着して志を失うってこと？俺。物に執着して、志を失うって。言っとくけど、朝倉邸に来て、唾原。石金になったからって、王府のことを全部好き勝手に仕切れると思うなよ。何でも、お前の思い通りになるわけじゃないからな。私が決めるのよ。それとも、朝倉家の大奥様のところへ行って決着つけようか？言っとくけど、俺様は今好きな人がいるんだ。お前と結婚したのはただの、その場しのぎだ。殺神様の好きな人って、この A の子なの？そういうことなら、殺神様、ちゃんと私に従って朝倉家の大奥様への約束をきっちり果たしてもらうは約束が済んだら、あとは潔く身を引くから、正妻の座も譲るし、あなたが好きな人と結婚するのは邪魔しない。彼女と結婚、なんでするが、そんなの絶対ありえないよ。もう何年もう経ったのに、そんな奴と結婚なんてしない。約束を守らない奴だし、何年も、いなくなって一通も、手紙もよこさない。それに、ここではっきり言っておく。この蔵のものは、誰も一つも持ち出すなよ。もしうっかり持ち出したら、危ない。神様、私、芝に話します。私、芝に話します。ユキの坂神様の後をつけて。それから私の秘伝の白玉油を坂神様に届けて。はい。よし、金、いつになったら戻ってきてくれるんだ。よし、金、早く戻ってきてくれ。戻ってこないと、よし、金みたいな。あんな気の強い女に惹かれちゃうよ。見てよ。やめろ。さっさと、行け。
おいで。もし誰かにいじめられたら、ちゃんとやり返すんだよ。怪我しても構わない。そうすれば、もう二度といじめられないよ。わかった？うん。よし、金だったのか。まさか。こんなことがあるなんて。椿原義金が本当にあの美金だったなんて、運命が味方してくれた。老子様下の者から報告がありました。椿原妃が大奥様の真意を調べているようです。それに、風見楼のことも探っているようです。構わない。彼女が何を知りたいのか、その時に俺が直接話す。ですが、椿原妃は風見楼の話になると、感情がかなり激しくなります。よほどの恨みがあるみたいです。君の話は、彼女は風見楼が祖母をやったと思ってるのか。はい。風見楼は大奥様に関する依頼を一度も受けていない。ましてや命を奪うなんてありえない。どうしてこんな誤解が生まれたんだ。いけない。絶対にこんな誤解をさせたままにはできない。風見楼は彼女の祖母を害したことなんてない。俺もそんなことはしていない。風見楼氏の名で椿原義金に招待状を渡して玉八津茶屋で会うように伝えてくれ。老主様、義琴様は田舎の農夫でありながらあっさりと朝倉家の大奥様に気に入られた。これだけで彼女の実力がわかるね。私たちも何かした方が。構わない。彼女のことはよくわかってる。俺に気がよくわるなんて絶対にしない。かしこまりました。ただ、今指示いたします。お嬢様。玉八須茶屋。招待主を見てください。風見老主。まさか、私たちがこっそり調べてたこと、もう気づかれたのかな？この呼び出しは善意じゃなさそうだ。彼が誘うなら、私も受けて立つ。たとえ罠の宴でも乗り込んでやる。真相をはっきりさせる。ちいち兄さん、うちの田舎育ちの姉、椿原義金が今、都に戻ってきて、きっと権力を使って私をいじめるし、私を苦しめて、ばかりなの。椿原邸には。もう、私の居場所なんてない。とんでもない田舎育ちの女がお前に嫌な思いをさせるなんて。シャツキン、怖がるな。俺がすぐに、お前のために仕返ししてやる。あいつに、この京都が誰の縄張りか、思い知らせてやる。この人、誰？なんで私を助けるの？貴様ら、何者だ？風見楼の近くに手を出すとは。よけもそんなこと。あなた、風見楼の老主なの？なんて卑怯な人なの。私を殺そうとしかくまで差し向けて、今になっていい人ぶるつもり。何？これってどうなってるの？何を？叩かなきゃでいいでしょ。なんで私を痛くないよ。最低。よし、君、こいつらは私が呼んだんじゃない。今こだわってる場合じゃない。まず敵を迎え撃つを片付けてから説明する。早く逃げろ！逃げろ！
風見老衆も、思ったほどじゃないね。なんで私を呼んだの？何のためなの？本当に白状だ。全部君のせいな。だから。聞いたんだけど、君が朝倉邸に忍び込んだのは、椿原家の大奥様の死の真相を調べるためなんだろう。風見ろうも疑ってるみたいだけど、俺も全部調べてみたけど、何も手がかりは見つからなかった。今回はよしこと様に来てもらって、真実をはっきりさせたかったんだ。怪我してるの？血が多く出たせいかも。さっきはまだ平気だったのに、今はすごくフラフラする。今まで全然気づかなかった。よしこと様から漂う冷たい香りがこんなにいい香りだったなんて。よしこと様、優しいなあ。こんなに心配してくれるなんて、僕の怪我まで気にしてくれるなんて。なんだか変だ。この傷の形が。危ない！どうして殺人のしたんの彫刻にそっくりなの？それに、この匂いが私の白玉油の匂いにそっくり。やばい。ことが終わったら、私は静かに去ります。世界の座には絶対にしがみつきません。あなたが思う人と結ばれることを決して妨げません。まだちゃんと説明できてないのに、もし彼女に僕の正体が知られたら、きっと僕から離れていくんだろうな。心配しないで。ちょっとした怪我だから。大したことないよ。よしこと様、俺はいつも仮面で人前に出ている。そんなことをすれば、俺の決まりを破ることになる。老子の決まり。私めは決して、そのようなことはいたしません。よしこと様、俺の風見楼は上派朝廷の命令を受けてしては、民から頼まれて動いている。こんな悪事をして風見楼に何のメリットがあるんだ？風見楼には、本当に祖母様を傷つける動機はない。もしかして、誰かがわざと仕向けたの？こんなでっち上げの罪なんて、俺だって許せないよ。こうしようか。一緒に協力しないか。一緒にやるの？そうだ。よし、こと様は表立って、堂々と調べられる。俺は影で動いて持てる。力を使って、よし、こと様が手を出しにくい場所も探れる。いいわ。協力する。でも、もし。心配はいらない。その時は、よしこと様、遠慮せず、俺の仮面を外して。やった！これからは風見老師として。どう、よしこと様のそばにいられる。守ってあげられる。助けられるんだ。全部あの若い次女のせいだ。知らせるのが遅すぎた使えない奴ばっかり集め、ハメになった。よしきん運がいいな。シャツキに何て言えばいいんだ。もし祖母の死が、本当に風見楼と無関係なら、私の目を惑わせる可能性が一番高いのは、椿原かだ。よし、ことさ。倉守から連絡が来ました。明日、シャツキさんが僕、あやあんに行くそうです。ちょうどいいタイミングね。サーシン様も練習用の髪型りないし、明日、私たちも、僕、あやあんに行ってみよう。はい。まあまあ、立花ますみ様がお越しくださるとは、いや、早おかげで、店が華やかになりますね。シャツキ今日は、この店の物気に入ったものは全部店主に頼んで、椿原邸まで届けさせるからね。ますみ兄さん、いつも優しくしてくれて、ありがとう。二階へご案内します。ますみ様とシャツキ様のために、特別なお席をご用意しております。新茶もございます。どうぞこちらへ。よしき、まさか、彼女なの？死んでなかった、なんて新一なんて、本当に役立たず、こんな簡単なこともできないなんて、本当に、どうしようもないやつね。ますみ兄さん。私、ちょっと下で、ブラブラしたいの。
じゃあ兄さんは先に上でお茶を楽しんでて、後で行くね。いいよ。よし、金。まさか、まだ生きてたの？どうして私が、茶屋で死ななかったから、がっかりした。やっぱり、よし、金くん。ひなかって、ほんと、貧乏臭いわ。まるで、仏様でも現れそうね。こんな貧しさ、仏様も出てきそう。お坊様で天国行っちゃいそうだわ。そんな、みすぼらしい格好をして、今日あなたに会って、やっと気づいた。あなたなんて、私の相手じゃないわ。言っておくけど、椿原定の前で物乞い、なんてするつもりなら、やめなさい。父親は、あなたを、娘だなんて思ってないから。こっちに話しかけてるのよ。ちゃんと聞いてるの？もし行くなんてことしたら、父上に言いつけて、あんたを売り飛ばしてやるからね。どいて！あんたみたいな人が私に触れるなんて、身の程知らずね。あんた！田舎者のくせに、貧乏人のくせに、何様よ！あ、そういえば、今思い出した。は結婚したんだっけ？その格好じゃ、どうせ貧乏人と結婚したんでしょ？私の夫は、朝倉、左心、よ。皇族のものを侮辱するなんて、重罪よ。それと、明日、私は、佐田神様と一緒に、佐渡帰りするから。その時は、自分から墓穴掘らないように。ね。本当に、旦那様が朝倉帝の若君なの？この辺りでやめておいた方がいいよ。佐渡がエリ？お姉様、冗談やめてよ。朝倉帝は栄華を極めてるし、家柄や家、正しをすごく大事にしてるのに、あんたみたいな下品で無礼な田舎者、相手にするわけないでしょ？金城陛下は、こう言ってるの。世農業こそ大事だって。農業を盛んにして、こそ商業も栄える。田舎者をそんなに馬鹿にしてるけど、もしかして金城陛下を軽く見てるの？私、今日会ってみて思ったけど、やっぱり、育ててくれた人に、恩を給で返す人なんだね。本当に、恩知らずだよ。よくもまあ、金城陛下の言うことを無視できるなんて、命知らずだね。この下品な女！私に、恥をかかせるなんて、ぶってやる！あら、まあ、お嬢様、これは、有名な硯です。よきをつけて。何が怖いの？別に怖くないわよ、私なら。帰るし。300両。どうも。300両！ぼったくりじゃないの？これって、店主さん、さっき見たもの全部買う。はこれも買います。本当に、ありがとうございます。まさか、ここで買い物できるなんて、ありえないでしょ。このお金、もしかして、体を打って手に入れたんじゃないの？まさか、そんな人だった、なんて。そんな風には見えなかったよね。涼しい。田舎の貧乏人の私なんて。もちろん、あなたみたいな二流のシャツ着には到底及ばないわ。このすずりみたいに、傷物は、決して表舞台には立てないのよ。顔が。シャツキどうしたの？その顔、どうしたんだ？怪我したの？マスミニさん、私、姉さんもきっとわざとじゃなかったと思うの。僕、あやのものは結構高いから、姉さんじゃ買えないかもって心配で、何か一つ選んであげたかったの。姉さん、恥をかいたと思ったのかも。それで、私に手を出したの。心配しなくていいよ。誰が相手でも、必ず代償を払わせるから。姉なのに、シャツキはあんなに優しくしてくれたのに、それなのに傷つけるなんて。今日この場でシャツキに謝らない限り、絶対に僕アヤンが出さないから、シャツキに謝らなければ、僕アヤンから出ることなんて、できないぞ。姉さん、マスミは、立花宮殿下の、ご着なんな。だから、彼には逆らわない方がいいよ。怒らせない方がいいよ。立花宮殿下のご着なんだからって、そんなことが許されるの？是非も考えずに権力で人を押さえつけるなんて。なんだと？護衛を引き連れて、人たずいで、女の子をいじめて、それが自慢なの。マスミ、兄さん！あなたごときが私を傷つけられると思ってるの？そうい、よし、金、頭おかしいんじゃない？よくも。立花宮殿下のご着何手を出した！我死ぬまで罰せられるのを覚悟しなさい。俺の大事な人だ。他人が口出すなんて、ありえないだろ。ロシュ。なんで来たの？まさか、この方が、ローシがずっと思い続けてきた人なのか。やっちまった。俺は、一体何を。なんで来たの？そんなに怒ることないだろ。まさか、あの女が本当に朝倉、作家神と付き合ってるの？ふん、郷土じゃみんな知ってる。朝倉、神は女遊びが激しい。もしかして、作家神の暇つぶしの相手でしょ？ただの外室よ。薩夫の兄さん、私のこと、
ちゃんと考えてくださいね。椿原、ヨシキンはわざと人を困らせて、私まで手を出してきたの。あんな無礼な人が朝倉邸にいる資格なんてない。彼女がダメなら、君はどうなの？私。松見、君の女って、こいつか！老子は、今までこんな風に誰かを守ったことなんてないのに、まさか彼女が老子は特別な人。ますみさんって。ほんと見る目ないね。あんた。シャツキ早く謝りなさい。さもないと俺も守ってやれないぞ。ますみさん、立花美也、天下の息子なのに、なんであんなチャラ男を、の子上がるの？もう、やめてくれよ、小宮は。ヒットロー、ただして、処罰されるぞ。謝るって言ってるだろ。ごちゃごちゃ言うな。私？お姉様、すみません。妹の私が悪かったです。本当は、お姉様がみすぼらしい格好をしてたから、すずり台を選んでプレゼントしようと思ってたの。そしたら、佐久間兄さんに誤解されちゃった。どうせ買えないくせに。キムがなくて買えないだろ。朝倉テイは金ならいくらでもあるぞ。亭主、ここにある一番高いものを全部ここに出して。よし、こと様に思いっきり壊してもらって、と楽しんでもらうんだ。サトシン様、少々お待ちを。今すぐ品物を全部お持ちいたします。待って。サーシン様の気持ちは十分伝わったよ。でも、僕、アヤーの品物を全部壊してしまったら、ちょっともったいないんじゃない？サーシン様の評判も悪くなっちゃうよ。君の言う通りにするよ。店主さん、このセットだけでいいです。かしこまりました。サシン様、買い物は終わりました。行きましょう。見る目ないな。おえ？サトシン様、ありがとうございました。もしかして、俺って風見ろ。そうかんなのに、見る目ないのか？そんなにダメなのか？まあ、いいか。老子の言うこと聞いてれば、安心だな。シャツキちゃんと勉強するって決めた。毎日もっと成長するよ。恋愛してると成長できない気がするんだ。ああ。だから、これは、もう会わない方がいいな。じゃあ、俺は家に帰って、本業をお先に失礼します。よし、キン。あんた、よくもみんなの前で、私を侮辱して、私のうまくいくはずだったことまで邪魔した。明日は実家に帰るから、絶対に、両親にしっかり叱ってもらうからね。母さん。よし。キンが私をいじめたの。まったく。昔ね、あなたとヨシキンの立場をすり替えて、ヨシキンを田舎に送りつけて、その後、彼女の母親を追い詰めて死なせた。誰にも気づかれないと思ってたのに、まさかヨシキンが生きて戻ってくるなんて。どうどう。シーイチが役立たずだから、ヨシキンを殺せなかったのよ。でも、何もなかったわけじゃないわ。噂によると、ヨシキンはサカシンのそばめになったって。あなたの言うこと全部本当なの？でも、明日、ヨシキンが佐藤帰りするんだって。もし、本当に椿原邸に戻ってきたら、私たちが何年も我慢してきた計画が全部無駄になっちゃうよ。お母さん。今の京都では、みんな、私の寛大さと礼儀を褒めてるの。自分の子供を後回しにして前の奥さんの子供にすごく優しくしてるって。今では、あなたのお父さんも私に前より優しくしてくれるようになった。もし、ヨシキンが本当に戻ってきたら、レイを盾にして押さえつけてやる。じゃあ、こうするわよ。ここ、前の広間に行く道じゃないわね。よし、キン姉さん。さすがね。ここは確かに前の広間に行く道じゃない。私がカンカにここへ案内させたのよ。この蓮池は、私が7歳の時に雨が蜂巣の葉に落ちるのを見るのが好きって言ったら、父さんが私のためにこの蓮池を作ってくれたの。私の名前から取って。だからこのチンはシャツキテイって呼ばれてるの。ねえ、見て。父さんが私にすごく優しいのよ。父さんが可愛がってるのは前妻の娘よ。父さんの身の娘なの？何言ってるのよ。
もし父さんにバラしたら殺すわ。祖母はとっくに知っていたの。あなたの母親、そばめだった。そして、私たちの身分を入れ替えたことも。祖母は、私が家に長くいられないと心配して、静子さんに任せて田舎に行かせたの。並んだ蜂巣は同じ。根から生えている。いつも一人しか生き残れないの。知ってて何になるの？父さんがあんたのこと信じるわけないでしょ？覚えておいてよ。私は父さんに大事に育てられたメイカのお嬢様なんだから。でも、姉さんの言葉、確かに正しいことが一つある。ワナランダ・ハチスは2人とも一緒に生きられない。昨日の屈辱。今日こそ絶対にやり返す。シャツキ早く！あなた！厄介しゃべ！また問題！バカに起こして！シャツキが親切に2羽を案内してくれたのに、本当に意地悪ね。彼女を殺す気だったの？ろくでなしめ！帰ってきて！そうそう、シャツキを傷つけるなんて。もしシャツキに何かあったらどうするんだ？父さん、私が彼女を押したと思ってるの？お父様、お母様。よし、コトさんも、きっとわざとじゃないと思います。私がちゃんと立てなかっただけです。その芝居、やめ！私たちの目の前で、よくもそんなことを。あなたも落ちなさい。親不孝おしゃめ！なんて無礼なんだ！俺も一緒に。こんな変なお願い生まれて初めて聞いた。は自分から水に飛び込むなんて。みんな揃ってて仲良しだね。私が押したって言うんでしょ？じゃあ、その罪。私が本当にやってやるよ。そんな卑怯なやり方で相手を間違えたね。本気で彼女を始末したいなら、アリを握りつぶすくらい簡単なことよ。わざわざそんな陰険なやり方なんてしないわ。椿原、よし金兄弟、姉妹を傷つけ親に逆らい、家の掟に背くなんて。静子さん、自分が私の母親になれる資格があると本気で思ってるの？私は、あなたみたいな他人の外室になって、自ら身を落とす。娘じゃないわ。外室！恥知らずめ、唾裸の顔に泥を塗りやがって全部お前のせいだ。家宝だ。誰か来い。家の名を汚したこの害悪を叩き殺してやる。私の話は一言も聞かずに、あの人の言い分だけで私を罪人扱いするつもり？本当、頭どうかしてるよ。押さえつけろ、ブテ！誰が手を出せるのか！よくも、そんなことを。椿原と志村、今日、ここに来たのは、あんたにチャンスをやるためよ。祖母の遺言を果たして私を椿原邸に戻す機会を与えるため。つまりお前は、田舎に長くいた娘を椿原邸に戻せって言うんだ？なあ、その代わり、手塩にかけて育てたシャツキを捨てろってことか？おばあ様の言った通りだ。あんたって、本当にバカね。椿原良金！よくも、そんなことを、家宝で裁く！手を出すな！やめろ！サッチン様、どうして、ここに。俺が来なかったら、まだヨシコト様をいじめるつもりか。俺の妻だぞ。じじい、黙っとけよ。俺様が早く来なかったら、うちのピ、コト様の腕前で、今日の椿原邸は一人でひっくり返されてたぞ。わかったか？サスシン様、そんな冗談言わないでください。さっき美金がみんなの前で好き勝手やってましたよ。みんなが見てたのか。誰が見たんだ？薩摩兄さん、本当に姉さんのせいじゃないんです。私がうっかりして。だから。ドブで育った白蓮は自分の芝居に寄ってるんじゃない？うちのピコト様は野生のバラみたいにトゲがある刺されると、シャキッと目が覚めるぞ。ああ、シャツキさんが自分でうっかり睡に落ちたんだね。私、そのつもりじゃありません。つら、こう、俺の言いたいことはちゃんと分かったか？
シャツキさんが自分でうっかりして水に落ちたんだ。もしまたヨシキンにこの罪を押し付けるなら、皇族の者を侮辱することになるぞ。その責任、背負えるのか？恐れ入ります。ヨシキンは作神様の側室に過ぎません。母上が生前朝倉邸と婚約を結んでいたと聞いております。今となっては、その婚約はシャツキが受け継ぐべきかと存じます。うちのシャツキはこれから作神様の奥様になるんです。シャツキの前でそんなことはやめていただきたいです。うちのシャツキはこれからは、あなたの奥様になるんだ。そんなことをシャツキの前でするなんて。なんだよ、あの目つき。ねっとりしてるし、まるでカエルが足に張り付いてるみたいだ。気持ち悪い。待って、さっき何て言ったんだ？よし、金が俺の側室だって。側室でも、そばめでも、坂神様がそんなことをしたら、椿原邸の面目を地に落とすことになる。都合のいい奴らだな。みんなで結託して、ヨシキンをいじめてるときは、自分の面目なんて気にしなかったくせに。いいか、婚約は、うちの祖母と椿原家の大奥様が決めたんだ。そんなに婚約を椿原氏は月に押し付けたいなら、むしろまず墓参りして、椿原家の大奥様に自分で聞いてみろよ。お前。椿原邸は、ドロドロしすぎだな。俺とヨシキンは、もう、関わらない。よし、こと様。みんな、本当に、うるさいね。うるさすぎて頭が痛くなっちゃうよ。よし、こと様、家に連れてくれない？ぴったり、くっついちゃった。よし、こと様の腕。すごく柔らかいね。よし、こと様、いい香りがするね。私も、椿原邸のせい。女なのに、なんで私が正式妃になれないの？シャツキちゃん、朝倉家の総皇神様は、女好きで有名なの女性妃になるのは、そんな楽なもんじゃないよ。椿原陽式。なんで私より上なのよ。私の足元にいるべきなのに、思いっきり踏みつけてやる。ずっと抱きついてきたね。写真、私の腕が気に入ってるみたいね。いや、別に好きじゃないし、好きなわけないし。好きだ。いや、めっちゃ好き。まあ、いいや。俺が何を言っても、どうせわかんないだろ。俺、用事あるし、先に行くわ。殿下。サシエ様の後をしっかり追って。お嬢様、もし、サシン様に私たちが尾行していることに気づかれて怒ってしまったらどうしよう。彼は私に怒ることなんてないよ。行こう。朝倉家の大奥様に会いに行こう。今は大奥様だけが私を助けてくれる。朝倉家の大奥様のお育てになった花、とても美しいですね。この花、とても綺麗に咲いているわね。祖母、私、ちょっとお願いしたいことがあって。お願いがあります。私ができることなら、必ず手伝う、わ。祖母の本当の真を調べるのを手伝ってほしいんです。風見老師は調べてくれるって言ってくれたけど、私も全部を信じるわけにはいかないし、やっぱり自分で動くのが一番確実だ。いい子ね。これは大事なことよ。何が必要なのか教えて。剣士、報告書が欲しいんです。ただそれは役所の書庫に保管されています。刑事局と代理院以外は閲覧。鳥羽には腕利きの神刀がいるって聞いたの。名前は地蔵の鬼。こういう厄介なことを専門にしている。和坂神が彼を助けたことがあるの。この神仏を見せれば、きっと手を貸してくれるはずよ。ああ、今日は一度も勝ててないよ。さあ、かけて急いで早くかけて勝つぞどれだここは、まさに修羅場だ。今日が勝負だ。地蔵の鬼は、どこにいるんだしょ締め切り開けますゾロ目で全部取ったぞ。よし、今回は
きっと、うまくいく。続けよう。今日はもう無理だな。そう、続けよう。もしかして、地蔵のお兄さん？大でさあ、かけて！さあ。あなた、地蔵の、頭、おかしいんじゃないか。大開け開けくそ、金全部使っちまった。あいつ、まだ払えないのか。あなたが地蔵の鬼。運が悪いし、もう、やめる。おい、どこへ行くんだ？今日は俺様、金持ってきてないんだ。また。今度遊びに来るよ。おい、三浦商売変えたのか？今は強引に奪うのが仕事なのか？へい、左神様には、私めがそんなこと、どうしてできましょうか？賭場のルールだ。さっき変わったばかりだ。1局で5回終わらないと、席を立てないぜ。いつの間にそんなルールになったんだ。俺様が知らないなんて、おかしいな。左神様は、最近、ご結婚されたとかで、しばらく顔を見せてませんでしたから、そりゃ、ご存じないのも無理ないですね。ここは、ここのルールだ。誰か来い、左神様を席に戻せ。さあ、戻れ。どうぞ。やれやれ、自分で行くよ。続けて。さあ、続けよう。三浦さん、私が相手しますよ。なんで来たんだ？これは2000両の銀札よ。私が勝ったら彼を連れて行く。あなたが勝ったら銀札はそっちのもの。どう？こいつの女が。どうせ勝ちてっこない。いいだろう。後で銀票を投げてすぐに行く。わかった？俺が後ろを引き受ける。俺は逆死んだ自分の女に、後ろを任せるなんて絶対にさせない。5が3つ6が3つ。開け。やっぱり6が3つだったな。三浦義琴様に若手ないって言っただろ。三浦失礼します。こいつら、止めろ！これで親分って言えるのか？筋が通ってないぞ。イカサマしたな。こいつらを捕まえろ！義琴様、かっこいい。義琴さん、危ない。武術、できるの？どうしたの？俺がかっこいいって思った？もしかして、俺に吠えちゃった？逃げろ！もしかして武術できる人なの？え？なのに、こんなに長いことは知ってて、全然息切れもしないじゃない。やばっ言われるまで忘れてたよ。もう左だよ、危なかった。何を考えて、よく一任できたられたね。逆神様の部下、地蔵の鬼です。ご挨拶いたします。ゴン。椿原義子様がお話とのことです。これ、占領用、役所の倉庫に行ってきて。古い検査書を探してきて。義子様、心配しないでください。今夜中にやります。あなた、本当に武術できないの？どうしよう、正体がバレそうだ。いや、そんなわけないし、俺って天才だから、かも、生まれつき武術抜きで、武術の天才な。女よ。へえ。認めないの？じゃあ、私も付き合ってあげるね。やっぱり、地蔵の鬼は早いな。でも、この検査書をじっくり見直しても全く暇がない。まさか、私の考えすぎだった？肩を落として肘を下げて肩。上がりすぎだよ。筆でも消そうね。
何してるの？肩にスズメでも乗せたいの？よし、コトさん、よし、コトさん。今は、こんな変な馬立ちしてて、もう立ってられない。今、本当にもう頭もクラクラしてきた。もう無理、限界だ。ほう、さっきは、サシンが鳥羽の連中に追いかけられて、3つの通りを駆け抜けて、もう N 域、一つ乱れなかったのに、今、立ってたのは、線香が半分燃えるくらいの時間だけなのに、もう、頭がクラクラするの？サシンって、こんな時だけ調子悪くなるの？お願い。ちょっと、助けてくれない？もう、無理。練習できないよ。お願い。支えてくれない？基礎ができてないね。何？やっても形だけ。まだ少しは体力残ってるうちに、さっさと練習し、これ、支援でやってるだろ！ふん。鳥羽の罠に簡単に引っかかるような頭してるくせに、私がわざわざ復讐なんてする必要ある？それがどうしたんだよ。俺なんて金使うだけの奴だし。はあ、お金のことだけど。あなたのお金の使い方の悪い癖、私がちゃんと直してあげないとね。今は私が家計を管理してるから、あなたが朝倉邸のお金を無駄遣いするのは絶対許さないよ。今日からあなたの毎月の手当も小遣いも全部私が預かるからね。やめてくれ！絶対に嫌だ！こんなのひどいよ！反対してもう無だよ。お金欲しいの？自分で取りに来てね。馬歩みの練習毎日専攻1本分立っていられたら銀5両やるよ。憲法をちゃんとマスターしたら銀10両あげるよ。朝倉邸の外で自分を狙った罠や企みを見抜けたら銀に10両やるよ。に10両？俺のことこき使うつもりかよ。最後に言っておくけど、私はちゃんとご褒美もバチもつけるからね。もう一度で物見屋に入ったり鳥羽に近づいたら、あなたの目の前でお気に入りのものを一つずつ全部質屋に持っていくからね。僕。言ったことは必ずやるよ。男だし、やってやるよ。さっき、俺、ちゃんと立ってたよ。先行半分くらいは頑張ったんじゃない？だからさ、銀2両5000くらい。もらえるでしょ？さっきの分はカウントしないよ。今からもう一度、カウントするよ。まったく、君は。何を？やるの？やる？やるってば。いけ！よし。こと様のこの手相神様には効果。抜群ね。素晴らしいわ。本当に素晴らしい。まったく、その通りですね。あの2人、距離ありすぎじゃない？何人でも、に入れそうよね。うん。そうだ、ね。ユキがおいで。よし。こと様が殺神様の前に来たら、その時。柔らかいな。いい匂いだ。私。君。やばい。まさか、俺がヨシキにキスしちゃった。やっぱり、俺が風見老師として自分で動くしかない。な、ヨシキンの目標に人肌抜いてやるか。これは役所の調書だ。何度も読んだけど、怪しいところは見当たらない。長女が完璧であればあるほど、それはもう行き止まりだ。君がこだわればこだわるほど、犯人の罠にかかるだけだよ。ほら、ちゃんと準備してみたらな。風見老主、すでに前から見ていたの？俺様は、天下のことなら全部知ってる。その件自体は確かだ。でも、椿原家の大奥様が亡くなる数日前に、彼女の救従車が椿原邸を出て行った。そのご行方が、わからなくなった。誰なの？まだ調べてる。あの人は、痕跡を残してない。風見老って、何でも知ってるって言うけど、実際は噂ほどじゃない、んじゃない？よし。近代以上を調べるのは、意図をたぐるようなものだ。焦りすぎると、かえって手がかりを失い、安い。では、引き続き、調査をお願いいたします。もし進展がありましたら、ご連絡いただけると助かります。では、失礼いたします。
またよしこと様とくっついちゃった。ぬくもりと香り、柔らかさが本当に酔いしれる。よし、金。これからはもうちょっと木をつけてね。こんな感じで朝倉帝の坂神様に見られたら、俺の風見ろをぶっ壊されそうだな。ああ、なんて綺麗なね。なんでこんなに懐かしいんだろう。風見老主、控えてください。私はもう朝倉帝の聖子です。自分も律して生きるべきです。こういう行き過ぎたことは今後は控えてください。彼女は夫婦の立場をそんなに大事にしてるなんて。やっぱり、俺のことを思ってくれてるんだ。よしこと様、送信には本当に惚れてるんだね。私が無礼でした。お詫びの気持ちとして、さらにこの思いも。込めて。今日から風見ろは、美琴様のご指示に従い、よし琴様の命令を受けて、真相解明に協力します。全力でお手伝いします。じゃあ、ありがとう、風見、老主。あいつは本当にチャラい男なのに、どうして彼が近づいてきても全然嫌だと思わないの？よしこと様、さっき佐藤静様が届けてくれました。大奥様が役所に届けてた遺言書だ。そうです。朝倉家の大奥様が特別に人を使わせて取り戻した。そうです。やった！ちょうど口実がなくて困ってたの祖母が私に残してくれたものを嫁入り道具として取り返せる。ユキの、明日は、椿原邸へ行く。これがあれば、椿原家の人たちがまだ、私の嫁入り道具を返さずにいられるか、しっかり見せてもらう、わ。もう、一点ございます。鳥羽の件、判明しました。どうだった？シャツキさんです。彼女が手を回して鳥羽の店主、三浦大吉を買収資金500両も渡して、坂神様に大きな借金を背負わせるつもりだったんです。もし返せなかったら、みんなの前で指を切らせて恥をかかせるつもりで、坂神様と義琴様を一緒に、京都で笑い者にしようとしたんです。そんなに命が惜しくないなら、じゃあ明日、まとめて、懲らしめてやる。姉さん、そんなに怒ってやってきて、朝倉邸で何か嫌なことでもあったの？実家で8つ当たりするつもり？椿原、シャツキ。どこからそんな度胸が出てきたの？朝倉邸を狙うなんて。何言ってるの？姉さん。本当に知らないよ。知らないの？どうやらこの前池に落ちたことで、まだ懲りてないみたいね。そんなに悪さばかりしてるなら、この手、もう使えなくしてやるよ。椿原、よしき、何してるの？母さん！姉さんがいきなりやってきて、私が姉さんを返したって言うけど、何も知らないのに。椿原、よし、金、たかがそ、真の外の女でしょ？自分が好き勝手できると、でも思ってるの？多分姉さんは、祖母ガイさんを全部、私の嫁入り道具にしてくれたから。多分、姉さんは嫉妬してるんじゃない？でも、それは、祖母が私を大事にしてくれたからで、私のせいじゃないよ。ね。椿原よし金。私こそが、椿原邸の正当な名子女だ。戻ってきたって、私のものは絶対に渡さないから。椿原シャツキ、いつも祖母に可愛がられてるって言ってるけど、それなら祖母の願いさえ知らない、なんて変じゃない？どういう意味？老主様、こんな風に義琴様をつけて、こっそり聞き耳を立てるのって、ちょっと、まずいんじゃないですか。お前、何も分かってないだろ。今の椿原隊は、狼や虎みたいな奴ばっかりなんだぜ。知ってる？義琴様がピンチになったら、俺がすぐ駆けつけて、蘇家臣が助けに行く。うん。父上。これは、祖母が生前に私とやり取りしていた手紙です。手紙には、祖母の遺産は全部私に嫁入り。道具として、残すって書いてある。今日、父上。ちゃんと数えて、私に返してください。親不孝おしゃめ！自ら恥をさらして、そばめになり、家の名を汚すなんて。よくもそんなことを、祖母の遺産を嫁入り道具にするなんて。椿原家には、お前みたいな娘はいない。父上。どうかしてる。うん、じゃない？何度も言ってるでしょ？私は、坂神の正妻で、そばめなんかじゃない。俺は信じない。それはいいわけだ。頭、おかしい。私の言うことなんて信じなくてもいい。でも、法律のことは信じるよね。
桜国立法には夫が亡くなった場合子供がいなければ、その収財産は自由に処分できる。祖母が残したものは私の収財産だ。私に譲ってくれた以上よ命理、道具にしても全部側に投げても、あなたにも椿原家にも全く関係ないから。とはいえ、姉さん。だって、たったこれだけの書類で全部の遺産を自分のものにしようなんて、もしかして、これ、あなたが偽造したんじゃないの？最初から分かってたよ。どうせ認めないんでしょ。でも、祖母がしっかり準備してくれてたから、助かった。手紙なら偽造だって言い張れるでしょ。じゃあ、これは？祖母が自分で書いたちゃんと今日条約書で交渉された遺言書な。だけど、それでも、偽造だっていい。晴れるの？父様、上昇様。として、国の法律を管理しているあなたが、私に説明してください。今日、協約書の行員は法律的に効力があるの？そんなはずない！これ全部偽物よ！絶対あなたが勝手に偽造したんでしょ？会員を勝手に作ったのよ誰か！椿原義金を捕まえろ！極刑にしろ！ぼーっとしてないで！早く捕まえて役所に連れて行け！誰が手を出せるんだ？よくも母上の遺産を私物化すると、娘の嫁入り道具まで椿原天が横取りするなんて。生死の俺も呆れるね。さつま兄さん、どうか、シャツキのために力を貸してください。姉は祖母の遺産を奪おうとして、私の手首まで傷つけたんです。しかも、祖母の遺言まで偽造して会員まで勝手に作ったんです。これは、国を揺るがす大々ですよ。朝倉帝の名を汚すなんて本当に恥ずかしいことです。さあ、兄さん、彼女を厳しく罰してください。朝倉帝から追い出してください。でも、そうしたら、俺の後宮には誰も残らないじゃないか。シャツキ、大したことないけど、子供の頃からずっと兄さんに憧れてました。朝倉帝で精いっぱいお使いしたいです。側室、でも構いません。喜んでお受けします。側室になれるとでも？お前ごときか？お前？今日は俺がみんなに伝えたいことがある。今日超役所で正式に登録された。この遺言状が俺の祖母。朝倉家の大奥様が昨夜、朝倉帝から正式に使者を出して、朝倉帝の招待状を使って特別に取り寄せて、義金に直接渡したんだ。まさか今日超役所の仕事ぶりを疑ってるのか？それとも朝倉家の大奥様が義金と一緒に公文書を偽造したとでも？菅原、公房。もし、まだご納得いただけないなら、この遺言状に何か不審な点があるとお考えなら、今日、長官を読んで、あなたと直接対決させましょうか。恐れ多くて、とてもできません。私が愚かでした。すぐに手はいたします。よし、こと様の嫁入り、道具をこちらへ運ばせます。母さん、よかった。高いものだ。奥の倉庫に移しておいたから。もしそうしてなかったら、全部、椿原美金に持っていかれてたよ。賢いつもりか、義金が金城栄以下に訴えたら、金城栄下にどう思われるんだ？文武、百官にもどう思われるんだ？上昇様の立場を続けられるのか？いや、違う！お父さん、自分の名声や利益ばかり、気にしてそれだけじゃダメでしょ。もし、これらの宝物が全部美金に持っていかれたら、私と母さんはお父さんのそんなちょっとの俸禄だけで、そんなので生活しろって言うの？お前。父上、嫁入り、道具の提言が終わりました。赤谷の翡翠の神風3組、白玉のかんざし、1、対、東山のヤリング、5組、雲、錦、10、2段、食金、破綻、スズメ、キム、ソウ、1着、9、コウ、玉木、トゾイ、という金、1本、前長官、鎌の花瓶、4、対、黄金、3箱、白銀、5箱。以上合計78個。これは、古いものなので、すぐには全部揃えられませんでして、また今度そのうち。上昇様、私の妻を好き勝手に引き伸ばして侮っていいと思ってるのか？
7、18品。よし、ね。うわ。これが昔の王朝のものか。有名な白玉の彫刻瓶だよ。まあ、五玉じゃないけど、でも玉はしっとりしてて、それに彫りもそこそこだね。よし、こと様の嫁入り道具のカンカマの瓶と比べて、もう。まあ、なんとか悪くないかもな。俺はこう思うが、上昇様惜しいだろうが、よし、こと様に保証してくれるよな。あら。椿原、綾乃、その頭の花材。赤金に赤い宝石がついてて、なかなかいい花材だ。宝石はちょっと質が悪いけど、でも下の金は結構あるな。翡翠細工の髪飾り、セットと比べても余るくらいだな。あら、それ、よこせ。やだ。目につくものは全部こっちにはこべ。はいはい。持っていかないで。やめて、おいで。サッシン様、私の家を取り潰す気か。取り潰す？上昇様。それはさすがに言い過ぎだろう。残りの品は自分で補うか。それとも、俺が訴状を書いて監察局に届けるか。監察局の方々に直接調べに来てもらうか。私を脅しているのか？脅してるよ。よし、こと様見て。あんなに異性がいい悪いことしてるのに、なのに偉そうにして人を威圧してる。だから。今日は、私はまず2羽のものを持っていきます。後日のこりも揃えて知らせていただければ、私が直接取りに伺います。うちのビコト様に手を出そうなんて、まずこの俺に一言断ってからにしろよ。俺が許すかどうかは別だけどな。お父様、本当に私たちこんな高価なものまでヨシキンに全部渡しちゃうんですか？前にも言っただろ。そんな得にならないことはやめろ。損するだけな。だからな。ねえ、あなた。椿原、ヨシキン持って行ったって、絶対に無事に使わせないからね。まさか、椿原夫妻が宝石を粗末にして、偽物を真珠みたいに大事にするなんて。何よりも、お前のお母さんが継ぎ娘の美金をかばって、美の娘のお前をこんなにひどい目に遭わせるなんて。おばよ、あの人は、私の本当の母親じゃありません。私とシャツキは生まれた時から、あの人にすり替えられたんです。なんてことを。おば、あよう言っとくけど、まだ怒ってるなら、今すぐ椿原邸に乗り込んで、全部ぶっ壊してやる。どうなってもいい。犬の穴まで塞いでやるから。ちょっと、何してるの？壊しちゃうの？それで監察局に訴えられて、朝廷の役人を殴った罪、さらに邸宅を壊した罪も加わる。そしたら、京都中の人に、朝倉邸のことを笑われちゃうよ。あいつらが美金をあんな風に言うの、ほんと許せない。それに、俺なんて昔からチャラ男だし、別にいいだろ。だから何？サーシン様、もしかして、私のために怒ってくれてるの？よし、金が俺の人だって分かってるのに、よくも堂々とそんなことできるよな。朝倉邸に人がいないとでも思ってるのか？サッシン様、この前は私のこと、怖い女だって言ってたよね。それが今になって、私のこと、自分の人だって認めるんだ。それは、俺がまだヨシキがこんなに優しいって知らなかったから。こんなにって何？こんなに怖くて、しかも綺麗だ、なんて、俺も、まあ、ヨシキンは面白いと思うよ。面白いよ。面白いよ。サーシー様の反応も面白いね。そんなに大げさなの？そんなにびっくりしてサッシン。もしかして、まだ童貞？あ、ヨシキンもう、変態。お嬢様。
見てませんから。どうしたの？椿原帝から知らせが届きました。椿原上昇が金城陛下に呼ばれて宮中へ行かれました。どうやら風見老主が上奏して上昇様を糾弾したみたいです。風見老主らしいです。私が椿原帝を出て、すぐに老主が上奏して父を糾弾したなんて。そんな偶然ある？やっぱり、ヨシキンは頼りになるね。あのやんちゃな子をちゃんと落ち着かせたんだから。まったく、その通りです。椿原、よし、こと様は頼りになるし、やり手ですよ。今、では、朝倉帝をきちんとまとめてくれて、私も本当に感心してます。こんなに素敵な孫嫁さんを絶対に逃がしちゃダメよ。厨房に頼んで、私の山さんを煮てもらって、クコとしか竹も一緒に入れて、左神様にしっかり食べさせて、元気になってもらって。はい。俺を呼び出して何の用なんだ？これ、何？これ、何？おばあ様が今日の稽古、大変だったでしょ？で、わざわざ人に頼んで煮込んでもらった余剰スープだよ。そりゃ、ちゃんといただくよ。おばあ様の気持ちだしね。おばあ様の誕生祝い、もうすぐだよ。おばあ様は立花宮様と昔から仲がいいの？今回のお祝いには立花宮様もきっと出席されると思うよ。特別に探してきたんだ。立花宮は先代陛下と一緒に出陣した時に自ら編み出した剣術の型だよ。誕生祝いまでに。ちゃんと仕上げておいてね。やらないよ。俺にそんなことさせて、大勢の前で剣の練習なんてさせるなんて。俺、まるで見せ物の猿みたいじゃん。この部屋、暖房、でもつけてる？なんか、やけに暑いな。ねえ、笹神様、これをちゃんと覚えてくれたら、お祝いの時に完璧に見せてくれたら、白銀100両あげるよ。どう？100両。本当？私があなたを騙したことなんてないよ。もし、俺がちゃんとやったら、ご褒美、変えてもいい？笹神様、何が欲しい？うまくできたら、ヨシキンにキスしてほしい。んだ。じゃあ、これで決まりだね。約束だよ。一言、絶対だ、よ。おかしい。なんでこんなに体が熱いんだ？なんでこんなに体が熱いんだ？サトスシ、落ち着いて。今もう体が熱くてどうしようもない。どうにかしてくれない？どうやって透ければいいの？どうやって透ければいいんだろう。ねえ。よしきん。よし、こと様。椿原、ヨシキン！まさか俺を縛るなんて。やれやれ。一番中、縛られていた。なんて、屈辱だ、苦情！何やってるんだ？おばあ様のこと、武器へももうすぐ。
作新様、今のうちにしっかり剣譜を練習しておいた方がいい。一番中、俺を縛っておいて、さらに俺に剣の稽古までさせるつもりか？そんなの夢みたいな話だろ。ふざけるなよ。あの子の子維持は、まだまだ先が長いわね。ほんと、よね。行きましょう。よし、金待ってろ。いつかきっと、寿園で、俺様が絶対にみんなの注目を集めてやる。その時こそ、絶対にお前を俺様の足元にひれ伏させてやる。周一兄さん。おばあ様が残したもの、姉さんが一つ残らず全部持っていっちゃったの。姉妹のことを思って。あら、早期。なんでなかったのに。でも、あの遺産は本来なら、私たち2人のもので半分ずつ分け合うはずだったのに。どうして姉さんは私のことを受け入れてくれないの？シャツキ、怖がらなくていいよ。俺がそばにいるから。絶対に君にこんな辛い思いはさせない。朝倉家の大奥様の寿園の日には人混みで目立たないし、シュッスな炭も用意しておくから。その時、吉金の贈り物にシュッスな炭を混ぜるよう、誰かに頼んで。皆様、本日は朝倉家の大奥様のお誕生日でございます。立花宮殿下にお越しいただき、朝倉邸も華やかになりました。ただ今より皆様にお祝いの品を披露していただきます。ささやかなお祝いの気持ちを込めて、順番はご自由にどうぞ。椿原社付き、謹んでご挨拶申し上げます。立花宮殿下のご長寿を心よりお祝い申し上げます。末永くご健勝であられます。よう朝倉家の大奥様にも福と寿がいつまでも続きます。ように舞を一部披露させていただきます。宴に花を添えられれば幸いです。こっちに来い。あの子どこの家のお嬢さんだ。若穂様、椿原邸の次女です。椿原社、月です。さすが、老主、鋭いね。危うく椿原社付きの清純ぶった演技に騙されるところだったよ。聞いた話だけど、よしことさんはずっと田舎。空知なんだって。さぞかし見識もすごいんだろうね。今日はどんな贈り物を持ってきたのか、みんなに見せてくれよ。立花宮殿下、大奥様、お許しください。娘派金、司書がガニが手でして、出すものが皆様に藁割れてしまうかと、お目を汚してしまい、ぐ娘に代わりお詫び申し上げます。やっぱり見栄えしない人ね。あのチャラ、一茶神と本当にお似合いのカップルだ。これから朝倉邸は下町の屋敷になりそうだ。な。立花宮殿下、私は風雅なことは苦手でして。でも、坂神は最近すごく頑張って練習していて、もう昔みたいな未熟な人じゃありません。私は立花宮殿下が昔、先代陛下と共に戦場をかけ巡られたと伺っております。一つの飛燕剣術が天下に名を轟かせたと伺っております。坂神は最近こっそり練習していて、本日拙い演舞をお見せしますが、祖母様のお誕生日に功を尽くすためでもあり、朝倉邸を代表して立花宮殿下の凛々しいお姿にささやかながら敬意を表します。ああ、殺神がそんなことを思うなんてなかなかないことだね。ただ、私の飛燕剣術は軽やかさと素早さが持ち味で、どちらかというと、女性向きなのよ男の人が男らしさが強すぎて、真髄を身につけるのは難しいでしょうね。真髄がわかるかどうかは、立花宮殿下が見ればすぐわかりますよ。よし、こと様のキスが欲しくて、俺、全力で行くぞ。この剣法サーシンは、ほんの数日しか練習してないのに。でも、彼の剣さばきは初めてとは思えない。まさか、彼の遊び人っぽい態度って全部嘘だったの？
飛燕将英は完璧に決めないと次は開封。呼べる柳だ。絶対に優雅によしこと様が見てるから。な。すごい。まさか、本当に様になってきた。わね。それは当然さだって。これは息子の僕も認める老中様だから。わかったよ。ご褒美は？僕のご褒美、キスだよね。この剣術。あなた、私が若い頃に待った時の7割くらいの雰囲気を出せてるわね。なかなかないことよ。本当に見事だわ。さあ、シン。今日は、本当に見直した、前に練習してた時は、あんなに上手じゃなかったよね。そりゃ、俺様は天才だからね。本番に強いタイプなんだよ。ねえ、よしこと様前に約束してくれたご褒美、お願い。叶えてくれる？こんなに人がいるのにふざけないで。見られても関係ない。何がダメなの？俺のビコト様が当たり前だろ。だから何？他人の目なんてどうでもいい。帰ろう。帰ってからね。わかった、いいわ。ちゃんと約束守って。よ、約束破っちゃダメだから。ね。よし、緊張しに乗らないで。側室なのに。こんな場で目立つ資格なんてないのに。お願いした件はどうなった？ご心配なく、間違いありません。立花宮殿下がご臨席くださり、祖母様のごとぶき園に花を添えてくださいました。朝倉邸一同、心より感謝申し上げます。祖母様のご指示で、ささやかな品を用意いたしました。殿下にお気に召していただければ幸いです。光栄にもかつて、殿下のご活躍を支え国を守った守る心境を見つけました。心を込めて修復いたしました。本日、元の持ち主にお返しいたします。この鏡が再び、殿下のかつてのご勇姿を映し出しますように、殿下のご栄光が永遠に輝き続けますように。これは、数年前白鷺国との戦場でし尽くしたものじゃなかったか。なんで彼女が持ってるんだ。それに、彼女はどうして、これが立花宮殿下の昔のものだって、わかるんだ。これ、私が昔持っていたものじゃないの？よくもそんなことを。こんな汚いものを使ってこの私をまじなうなんて誰か！あのものを取り押さえろ！殿下神が命を懸けて保証します。よし金は絶対にそんなことはしません。そうです。殿下よしこと様は自分を立志、礼儀を重んじる方です。皆の前でこんな呪いの品を差し出すなんて絶対にありえません。これは誰かの罠に違いありません。殿下、どうか、ご冷静に、私が潔白を証明いたします。さあ、見せてもらいましょう。どんないいわけをするのか。殿下、ご明察ください。1時間前に私は倉庫で贈り物を確認していました。その時、この守る心京都下に敷かれていた剣譜も、どちらも綺麗でした。シュスな墨はとても乾きにくいので、もし誰かが細工したなら、絹に墨がついた場合、今の時点ではまだ乾いていないはずです。調べろ。母様、私が調べます。公正を示すために。皆さん、アキラ・キノ、絹についた墨跡は、確かに乾いていません。使えない、やつ。話の続きをどうぞ。私が修復した銅の鏡を理科の中に置いて、7日7晩かけて香を染み込ませました。血の匂いを取り除きました。私と次女の身にもこの香りがついています。だから私は断言します。贈り物をすり替えた人物の体にも必ずこの香りが染みついているはずです。
次女が逃げるぞ捕まえて。動くな。捕まえろ。お母様、ご確認を。この次女の香りは、吉琴さんと全く同じです。なんて無礼な。いえ、誰の差し金だ？この死もしめなやっこ！椿原邸は、お前を粗末に扱ってはいない！弟さんの学費だって。椿原邸が出してるんだから、どうしてそんなとんでもないことをしたの？魔が差してしまいました。吉子さんの立場に嫉妬して憎しみを持つようになりました。だからバカなことを考えて復讐しようとしました。全部私がやったことです。私、一人の仕業です。立花宮殿下、どうか、死罪をお与えください。さすが椿原邸の育てた優秀な下僕だね。あなたはこの子の主人でしょ。私にはこの子の背後にあなたがいるかどうかわからない。殿下、どうか、ご検察を、シャツキは小さい頃から、心優しい子なんです。愛ですら踏みつけることすらできないんです。ましてや、姉を傷つけるなんて、ありえません。はい。殿下。このことは、吉琴様がどうしても外出として、寿園に来なければ、こんな騒ぎになることもなかったでしょう。どうか殿下、ご検察を。つまり、奥様と上昇様の考えは、吉琴様を、坂神の外出扱いするってこと。父親として娘をきちんと育てられず、吉金の貧困が悪くなってしまいました。どうか、殿下、のさ。馬鹿げている。そちらが言う外出は、近城陛下が直々に婚姻をお許しになった朝倉邸の、まさしく正式妃です。どうしよう。殿下、吉金が正式妃だ、ということですか？椿原、工房、椿原、綾野。本生氏の知る限り吉金は、あなた方の本当の娘です。シャツキさんは、あなたと前の奥様の娘ですよ。それに、吉金はもう、朝倉邸の名実ともに、正式避難民の娘に、こんなことをして。勝手に決めつけて好き、勝手に中傷して好き放題、するなんてみっともない。椿原、工房、あなた方は、親として、こんなに分別がつかないなんて、自分の娘が誰かすらわからないなんて、呆れて物も言えない。そんなはずない。あの子が正義なわけない。外出のはずなのに。あの女、明らかにそうよ、あの女！失礼だ！立花宮殿下の御前で、事実をねじ曲げて好き勝手に嘘を言うなんて。椿原、よし、琴様の名誉を、あなたごときが傷つけられるものじゃない。誰か、椿原シャツキを連れて行け。殿下、東堂真一のせいよ。絶対に私の次女を買収したに違いないの。吉琴様が数日前に京都入りしたとき、春が墨楼で東堂さんに恥をかかせたらしいの。だから。殿下。違う、殿下。砂の墨を屋敷に持ち込んだのは誰か。警備の人に聞けばすぐに明らかになる。殿下。シャツキ、俺を裏切るなんて。もういい。誰か東堂家の若君は、心が歪んでいる吉琴様を罠にはめようとした、極めて悪質だ。連れて行け。杖、50を打って金銅に入れろ。裁きを待って。どうしよう。申し上げたいことがございます。立花宮殿下にご裁断をお願い申し上げます。話しなさい。祖母が亡くなった時、遺言を残してくれました。すべての資材を嫁入り道具として私にくださると。でも、事情があって嫁入り道具は全部父と。母にしばらく預かってもらっていました。この場を借りて、立花宮殿下にご裁断をお願いしたく存じます。祖母の嫁入り道具を私にお返しいただきたいです。椿原邸というのは私にとって本当に驚きだった。私たちにとっても大きな驚きよ。本当に大きな驚きね。椿原、吉金。このことは私がスメラギ系に代わってあなたのために決める。椿原邸に戻って嫁入り道具を確認して受け取って、一つでも足りなければ上昇様に責任を問う。
旦那様。お父様、本当に黙って見てるつもりなの？椿原、義金が家の財産を全部持っていっちゃうのに、お父様。これは、橘宮殿下のご命令だ。陛下が橘宮殿下を特別に寵愛しているのは、朝廷中の誰もがしていることだ。なんで父さんにこんな厄介なことを押し付けるつもりなのか。それとも父さんに命と出世の道まで陛下の怒りにかけさせる気か。よし、金親不孝して雷に打たれるのが怖くないの？お前がこんな冷たくて情のない子だと最初から分かっていたら生まれた時に殺しておけばよかった。お父様は、シャツキだけを信じて。シャツキのために、家の掟で私を罰した時、それも冷血じゃないの？宴会で、シャツキのために私を前に出して責任を押し付けた時も。それも、情がないんじゃない？祖母がずっと私のことを気にかけてくれていたから。私は昔、家族に少しは期待していたの。お父さん、あなた、よ。ずっとシャツキだけを信じて、シャツキが私を傷つけても、侮辱しても殺そうとまでしても、違う。それなら、この親子の情、もういらない。今日から、椿原テイとも、縁を切る。もう二度と椿原、と志。もし、あなたが知ったら、私こそ、ガハハの正真正銘の娘で、あなたが大切にしてきたシャツキは、静子がすり替えた皇太子の私生児だったとしたら、その時、あなたはどう思う？君。おいで。こんな冷酷な親なんていらない。これからは、俺がずっとそばにいる。こんな風に迷わず、選んで守ってくれる人がいるなんて、こんな気持ちなんだ。なんで俺、以外と頼れるやつだって、気づいた。行こう。前回、徹底的に始末。しなかったせいで、結局戻ってきてしまって。こんな面倒を起こした今は、縁を切ったけど、まだ油断できない。あの子が手がかりをたどって、何か掴むかもしれない。今度こそ、絶対に根絶やしにする。ねえ、お父さん、お母さん。この前、地流亭の若子が、私に、死があるみたい。もし、地理聖火と繋がれたら。気流亭か。よし！同盟を結ぶことができれば、私の出世にとって非常に有利になるシャツキ。これが成功したら、お前は椿原家の一番の功労者だ。月さん、どうされたんですか？シャツキさん。ゆうばさん、頭がクラクラするの、ちょっと、助けてくれない？まさか上昇帝のお嬢様が、コロっぽい女だったとはな、俺に抱きついてきたんだから。お望み通りにしてやるよ。行くぞ！ははは。よし、金、私が気流亭の若子夫人になったら、その得意顔、いつまで続くかしら。旦那様、どうしてそんなに怒っているの？結局、全部お前の娘のせいだ。近所陛下が今日朝堂で朝倉邸の寿宴騒ぎを口実にまた。昔のことを蒸し返して俺を糾弾した。昔のことを持ち出してさらっと言って俺の役目を奪った。いくつもの役目を明らかに俺を無力化する気だ。またあの災い病神か、あの子が戻ってきてから、うちには一日たりとも落ち着いた日がないわ。それで、旦那様はどうされたんですか？これからどうしたらいいのでしょう？あの風見郎は、まるでしつこい虫みたいに、俺の弱みを近所陛下にチクってる。あいつがいる間は、椿原邸は、いつ倒れるかわからない。本気でどうするか考えないと。どうやって始末するかだな。お父様、もしかしたら、私がお力になれるかもしれません。
諏訪原、工房。若法様。じゃあ、遠回しやめて、はっきり話しましょう。風見楼は、椿原邸にとって大きな脅威ですよね。桐生邸も同じ状況です。もし、椿原上将が協力してくれるなら、私が掴んでいる情報を全部お伝えします。若法様、本当に潔いね。でも、実は上将様にお願いしたいことがあるんです。おや？誰を？椿原邸の次女？諏訪原、シャツキ？若法様のご要望なら話がすぐまとまるね。桐生邸と協力するのはもちろん喜んで、若法様、どんな情報をお持ちですか？それと、計画は？手首は浮かせて、指はしっかり、手のひらは力を抜いて。殺神様、その筆の持ち方。まさか台所で生地でもこねるつもり？それとも馬小屋で馬でも磨く？ねえ、もう、いいだろ、もう、4時間。もう、やってるよ。俺の手は、もう、手がつりそうだ。じゃあ、殺神様は、七夜にでも行くつもりなの？ねえ、よし、ことさま。じゃあ、この書き物、ちょっと休憩しようよ。前に約束したこと、そろそろ返してくれる？どんな狩りのこと？祖母の誕生、祝いの日、俺が披露した飛燕剣術、全部くんのために待ったんだよ。君が約束したこと、ずっと返してくれてないよね。そろそろ返してくれても、いいんじゃない？それは、剣を練習したのは、作神のために、恥をかかせないようにしただけよ。なのになんで私のためってことになるの？あの日の俺の剣、めっちゃ良かったでしょ？橘宮様まで褒めてくれたんだ。だから、よしこと様にキスしてほしい。だけなんだ。ダメ？ダメなの？仕方ない。なあ、わかった。これで狩り破壊したよ。さあ、安心して書きなさい。マッチトークなんて、もちろん四書五経でも、一気に全部書き上げる！やった！キスできた！本当にキスしてもらえた！よし、こと様のキスしてもらえた！あら、私の孫嫁はね、見れば見るほど好きになっちゃうわ。見れば見るほど満足よ。ほんと、そうですね。こんな遅い時間に、坂神様、書斎にいないの？寝室に何しに来たの？俺さ、寝室に戻って寝てもいいか？変なこと考えないでたいはないよ。ただ、そう思っただけ。この前の出来事以来、ずっと書斎で寝てるから。もし朝倉家の大奥様に知られたら、きっとすごく悲しまれるよ。もしよしこと様がいいなら、俺は、地べたに布団敷いて寝るよ。椿原、よしき。よしこと様、幼い頃の呼び名ってある？祖母様が、昔、バビキンって呼んでた。よし、金。これからは、ずっと、よし、金って呼ぶね。よし、金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 。アンミーの子を抱いたよ。もう寝てね。よし、金。この騒動が終わったら、ずっと俺のそばにいてほしい。俺の椿原、よし金になってほしい。どうかな？この騒動が終わったら、自分から離縁をお願いする。その時には、あまり悲しまないでほしい。
椿原、シャツキ桐生、ユーバと付き合い始めたって聞いたけど、私をがっかりさせないでよ。ユーバくん、シャツキのお願い、一人、助けてくれない？誰だ？東堂かの、若君、東堂、新一。誰だ？椿原、よし金吾、陥れた。あのバカか。バカだけど、よく言うことを聞く使える犬よ。これから表に出せないことは全部彼にやらせればいい。私たちにとってはメリットしかないよ。明日、彼の取り調べがあるの。私のこと、いろいろ知ってるから、このままじゃ危ないのよ。今夜、シャツキが俺の相手をしてくれたら、俺を楽しませてくれたら、考えてやってもいいぜ。シャツキ、俺を裏切ったんじゃないのか？どうして助けてくれるんだ？新一兄さん、本当に誤解してたのよ。君を助け出せるって分かっていたから。だから、君を逃がしたんだ。これで、二人とも安心していられるわ。本当？うん。君を誤解してしまった。ごめん。勤労って警備が厳しいのに、どうやって俺を助けてくれたの？私、父に頼み込んで、刑事局のコネを使ったの。老いぼれの狐が私のためにそんな危ないことするわけないでしょ。助かったわ。若子を頼ったのよ。いろいろ、手を尽くしてやっと勤労から君を助け出したのよ。あなたの命なんだから、私の苦労を無駄にしないでね。新さん、どうしてこんなに重症なんですか？今はまだ警戒が必要だから、ここでしばらく身を隠して京都の事態が落ち着いたら、私が何とかする。シャツキ様、承知しました。老子東堂新一は、気流亭の人間に金牢から連れ出されました。気流亭か。はい。どうやら、椿原シャツキの手は、思った以上に奥まで伸びているな。白工場の古い屋敷まで調査しました。中には夫婦がいました。新一の世話をしていました。男は名前は、三浦大吉。女は、三浦由紀です。三浦由紀。前に椿原邸で消えた、あの女中だ。はい。どうやら椿原シャツキが彼女を隠していたみたいだな。それだけじゃなく、ユキが顔を出して鳥羽のディーラーになってた通りで、こっそり探しても見つからなかったんだ。あの人が、ユキだったのか！くそ。なんであの時名前を聞かなかったんだよ。風見楼からのお届けです。向こうの老子が拷問で待っているそうです。老主、今日私をお呼びになったのは何かご用件でも？椿原、よし金が、この前の寿園で東堂にうまく騙されたって聞いたよ。あの日は老子の姿を見かけませんでした。よしこと様、ご存知です。課金牢に入っているのは、東堂新一本人ではなくて、気流亭が用意した身代わりなんですよ。本物の新一はもう安全な場所に移されてるよ。近所陛下に知られたら処罰されるのを心配しないの？よしこと様はいつも頭の回転が早いのに、今日はどうしてそんなに鈍いんだ？新一の罪は死罪じゃない捕まえてるのもその場しのぎだ。タイミングが来たら、牢の監視が何か理由をつけて、さっと釈放するんだ。今日、私を呼んだ理由は、これだけじゃないですよね。俺の部下が東堂、新一の後をこっそりつけてた郊外の古い、屋敷に身を寄せているのを見つけた。若い夫婦が世話してる。その女は、鳥羽の番頭だった以前椿原邸で、行方不明になった次女の、三浦由紀だ。
あなた、何するの？余計なことはしないで。動かない方が身のためよ。答えて、私の祖母、椿原家の大奥様。何が原因で亡くなったの？まさか、吉琴さんが帰ってきたのね。椿原家の大奥様は、椿原綾乃様とシャツキさんに、ずっと飲み物や食べ物に尻名を混ぜられて、体が徐々に蝕まれていったの。やっぱり、あいつらだったのか。彼女たちか。まさか、大奥様の財産のせいか。私のせいなの。椿原、静子が、もう気づいていたのだ。大奥様がそのことに気づいたって、私とシャツキの身分をすり替えた秘密に。入れ替え？どういうこと？私の、本当の、母は、椿原、静子じゃなくて。椿原、当志の正妻桐生、スバルコナの。よし、金という名前母が亡くなった。後、大奥様が母の名前から取ってつけてくれたの。道理で。あの時君が僕を助けてくれた後、ずっと京都で君を探しても見つからなかったんだ。知ってる。椿原、静子は、大奥様が父に話すのを恐れて、今まで必死で守ってきたものが全部壊されるのを、シャツキの誠意女の立場まで失うのを恐れたの。だから、大奥様を殺したの？だから、大奥様を殺したのね。屋敷の式の奥の事情なんて、ちゃんと見ていないと。なかなか気づけないよ。誰も知らなかった。みんな気づいてなかった。大奥様は、とっくに気づいてた。ずっと黙ってた耐えてた。のは、表面上は平和を装ってたけど。全部私を守るためだった。んだ。自立長女の立場なんて。私は、そんなことを争うなんて考えたこともなかった。彼女たちが大奥様を殺したんだから。死で報いさせるは。答えて彼女たちのために、毒を持ったのはあなたなの？彼女じゃないんだ。お嬢様、ユキは無理やりやらされたんです。あいつらは彼女のお腹の子供の命を使って脅したんです。仕方なく、こんなひどいことをしてしまったんです。ユキ、もう俺たちみんな死ぬんだぞまだ。あいつらをかばうのか分かってる。証拠を持ってるんだろ。持ってきた包み。そうだよな。せめて、子供のために。もし、私に罪を償う方法があるなら。お願いです。どうか私たち家族3人を見逃してください。よし、琴様。これは、大奥様が亡くなる直前に、こっそり私に預けてくださったものです。よし、チン。手紙を見れば合っているようだ。この玉飾りは、お前の母の母の家に代々伝わる品なんだ。身内の血を玉飾りに垂らすと、そのまま玉飾りに止まるんだ。親族じゃなければ血はすぐに落ちてしまうのよ。いつか世間に自分の素性を証明しなきゃならない時が来たら、この玉飾りが証拠になるからね。これが確かな証拠になるからね。祖母はもう年老いた身です。どうか恨みに縛られずに生きてほしい。真は優しくて、あなたの人生を安心して任せられる人よ。自由でいてほしい。幸せでいてほしい。大丈夫。心配しなくていいよ。私がいるよ。ちょっと聞きたいことがあるの。二人とも、私のためにここで
彼らの様子を見てくれる。私があなたたちの安全は必ず守るから。ことが済んだら、新しい身分も用意するし、旅の資金も渡す自由に遠くへ行けるように祈っている。ありがとうございます。よし、こと様。私がこの人も連れて行く。言うべきことと言わない方がいいこと分かってるよね。承知しました。なんでずっとこっちを見てるんだろう。もしかして何か気づかれたのかな。それとも今日の格好が何か変だったかな。老主、こうを炊くのはお好きですか？たまに使うけど、どうしてそんなこと聞くの？老主、過去まれています。風見老主よしこと様、お久しぶりです。ね、この作戦、どうでしょう？まんまと罠にかけて、しっかり捕まえましたよ。ご満足いただけましたか？なるほど。やっぱり、あなたが私たちをここに誘い込んだね。よしこと様、怒らないでください。桐生はあなたと争うつもりはなかったんだ。まあ、風見老はいろんな奴の邪魔なんだ。今日はどうしても潰さなきゃならない君は、偶然巻き込まれただけだ。俺がちょっと当ててみよう。桐生、若子。もしかして、シャツキが新一をつけようとした時に、もうこの罠を仕掛けてたんだろう。でも、なんでそんなに知ってるんだ？はぁはぁはぁ。そこが俺とお前の差だよね。どこで夢中になってる時は、つい秘密を話してしまう。一生を誓うこともできる。それは男だけじゃない。初めて男女の関係を持った女は、男に必死でしがみつく知ってることは、何でも全部話してしまうんだ。最低。老主！全員、集めろ。下流へ、向かえ。急いで行け。はい。今はこれしかない。山頂を目指して突きる。しかない。崖の下には深い川が流れてる。これが、俺たちの唯一の生き残る道だ。命が惜しくないのか、やれ。行け。おい。俺が一つ方法を教える。今、奴らの狙いは風見楼の老子だ。君は朝倉かの生死で逃げたいなら、まだ間に合う。急げ。今この場で、あなたを見せて逃げたら、そんな奴らと同じになってしまう。今日は一緒に退くか、それとも、一緒に崖に飛び込むかだ。危ない！记得点赞关注哦。